眠り京四郎、もちろん本名ではない。転びバテレンが女を犯して儲けさせた宿命の子であった。その母が黒ミサの儀式の生贄となって自らの命を絶ってから13年の歳月が流れていた。江戸愛宕山権現は毎月24日が縁日。長い石段は参詣の善男善女で終日にぎわうのだった。おばば殿、秀吉をつかます。頼みましょうかの。はい。お前様、親子は父は亡くなりました。ではそれは、では母子はおりませぬ。振り返っては危のうございます。おばば殿。すいませんな。ご苦労様。では、それは多すぎます。はて。秀吉の相場は三文とこの茶屋のじいが教えてくれました。三文くださればよろしい。ありがとうございます。ありがとう。よくできたお子じゃ。何がよくできたお子だ。10文くれるというならもらっておけばいいじゃない。それが商いというものだ。それをしたいのがいいとこじゃありませんか。さすがお侍のお子ですわ。折り目正しくて見ていて気持ちがいいわ。まったくで、その辺のガキとは月とすっぽんの違い。
さすがは剣の達人のお子ですな。剣の達人？あの子のお父さんが？はい。後藤久右衛門様と申せば江戸でも指折りの使い手で、何しろあなた3年前この愛宕権現様が催された末物切りの会で南蛮鉄の兜を5寸もお切りなされて、そりゃもう大層な評判になられたお方ですから。そんな使い手のお子がなんでまた治療師なんかしているんです？病気でございますよ。それもたちの悪い老害で骨と皮になられたところへ妙な武芸者が他流試合をね、その試合で後藤様は亡くなられるし、道場も取られておしまいになって。だから嫌いなんだ侍ってやつは。治療所しなきゃならんほど困ってるくせ妙に気ぐらいばかり高くてな。私はそういう方が好きだね。世の中お金ばっかりじゃありませんからね。バカを言いなさい。人間万事金の世の中。おお、あの子だってお前10文くらいだから綺麗な顔はしていられるが、これが10両20両となればさあどう出るかな。分かったもんじゃない。変わりゃしませんよ、あの子なら。おお、かけるか。ようござんすよ。何でもかけましょう。うん、その言葉を忘れるな。ご苦労様。ありがとうございます。はい、ありがとう。わしの勝ちじゃな。旦那。どなたかこの財布を落とされた方はおりませんか？やっぱり私の勝ちですね。この財布を落とされた方はおりませんか？私だ。いくら入ってるか言ってください。小判で21両、小粒で2分、他に愛宕さんのお札が1枚。小判は20両しかありません。他はぴったりですが、計算違いでは。いや、確かに小判は21両だったがな。まあどうでもいいがね、1両ぐらいのはした金や。私が盗んだと言うんですか？無礼な。調べていただこう。いや、結構。くすねた小判を身につけているバカはおらんからな。どっかそこいらの竹垣の間でもあるんじゃないのかな。何をなさるんです、坊ちゃん。腹を切ります。そんなムキにならなくたって。旦那。武士の子が盗人のお面を着せられては生きてゆけません。証を立てる手立てもありませんし、それにこの財布を拾った時、一瞬持ち逃げしようかと思いました。母のためにこれだけの金があればと思い直しはしたものの、考えたことは事実です。それだけでも私は腹を切る資格は十分です。旦那。脅しだよ。仲裁人が出るの待ってんのさ。ではこれで私の潔白だけは信じてもらいます。待て。ほら、飛び役
が現れた。埋め立てご無用です。止めません。解釈をしてやろう。かたじけない。その小判は冗談でございますよ。罠を仕組んだ奴を切れ。はい。お待ちくださいまし。お許しください。私のいたずらがどうこしました。お願いでございます。この通りでございます。お許しくださいまし。切れません。地べたへ頭をこすりつけるのも町人の汚い手の一つだ。まあよい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。大した役者だ。何のことです？大した役者って。あの方は何というご浪人かな。眠り京四郎様でさ。あれが私の住まいです。お入りください。どうぞ。朝鮮人参です。高価なものだが。母が父に飲ますために手に入れたものです。それを買うために母は吉原へ自らを売ったのです。父はそれを飲まないうちに三文ずつの知り押しではいつになったら母を取り戻せるかもわかりません。それでさっきつい。私をここへ泊めてくれないか。でもこんな汚い小屋に。こんな綺麗な住まいはない。それは喜んで。本当は時々とても寂しいんです。一人でいると湯を沸かしてきます。京四郎はその九太郎の姿に己の幼い日の姿を見た。転びバテレンに操を捧げた母、その出生の秘密を知って母を憎み呪った。いまだに心から許せぬ母だが、幼き日の彼は何度心の中でその母を呼び続けたか。おはようございます。毎朝掃除をしているのか。はい。何年か先にはまた取り戻したいと思いますので。
く父上の姿をもう一度見せてやろう。そうです。その通りです。としゃくな。後藤久右衛門がその構えで敗れたのを忘れたか。そなたに敗れたのではない。何？病に敗れたのだ。その時と同様、そなたが負ければこの道場はいただく。ふざけな。片見西岸から左胴を打つ。しかと見たか。はい。道場はもらった。この道場を売らんか。その金で母者を受け出すのだ。ここにいてはよくない。なぜです。父の道場です。あ、母でした。間違いありません。確かに母でした。でもそんなはずは町人の内儀のような姿で。でも母でした。やだね、旦那。吉原通いなんて柄じゃありませんよ。お前、吉原に詳しいか。まさか女の私に吉原を案内しろってんじゃないんでしょうね。人を一人探し出してもらいたい。おスタという武家の妻女だ。1年前にこの里に身を沈めたという。嫌なこった。どうせ旦那のおかぼれの相手なんでしょ、そのおっさん。旦那、妙な話を聞いたんだけどね、その人かどうか。去年の話っていうか旦那のおっしゃっていた頃ですけどね、武家の奥方風の女がある店に一人で突然やってきて遊ばせろって言ったそうですよ。無論店の方じゃ断りましたけどね、吸ったもんでだいぶ粘った挙句諦めて帰ったそうですよ。子供が立ち去るまでの時間稼ぎだろう。どういうことなんですそれ。ちょっとねえ、旦那。
お主が眠り今日しろか。立ち会え。俺が勝ったら道場は返すよ。お主に殺された荒牧十郎太、俺の弟だ。不出来なやつだが弟は弟。殺されたばっちゃ放ってもおけん。ああ、飯を食うのがおかしいか。これまでだな、京四郎。おすただな、後藤久右衛門殿の妻女、忍びと見た。九太郎の孫の母ではあるまい。後添えでございます。九太郎とは義理ある仲。なぜ吉原に身を売ったと見せかけた。九太郎を道場に住まわせてはなりません。お願いでございます。あの道場は呪われております。九太郎、いいえ、あなた様も一刻も早くあそこからお立ち退きくださいまし。あいにく呪いなどというものを信ずる男ではない。今日の鎖鎌を使う男をお破りになったあなた様、もはや表立っては挑戦する者はおりますまい。その代わり闇討ちには慣れておる。いずれも手だれの忍びでございます。世の中にはお知りにならぬ方が良いこともございます。どうしたんです？吉ヶみたいに飛び出してっちゃって。お吉、この家から見つけ出してもらいたいものが。品物は何です？わからん。そんなの塗っちゃうな。何かに酔うはずだ。いくらね、私が元泥棒。あんまり女の子のする仕事じゃないと思いますけどね。
い目に遭っちゃった。旦那のおっしゃる通り、プンプン匂いますよ。天井裏は足跡だらけ、床下は穴だらけ。その穴の大きいこと、まあね、よくこの道場が沈まないと思うぐらい。あの穴の大きさからいくと、探し物は千両箱。お父上が亡くなる前、何か言い残した言葉はなかったか？いいえ、あの時は父上、父上。言いかけたんだね。はい。父は確か私の方を指さしたと思いますが、その時の私の後ろは道場の窓でした。が旦那ね、椿。掘り返した跡はないようだな。ありませんね。掘ってみますか？いかん。埋められている金はおそらく不浄の金だろう。もう金はいりません。困ればまた知りよしをします。それでいい。椿に構うな。殺生だね。本当にお預けの好きな旦那だよ。よかった。私の手料理なんか食べられるかしらって心配で心配で。なんとか坊ちゃんのお口にあったようね。何がおかしいんです旦那？お前も女だと今分かった。だったら何とかしてくださいの。蛇の生殺しを。来たようだ。旦那はこうなるのをお見通しで私が掘らせなかったんですね。人が悪いってあれしない。騙された。騙しはせん。余計な正しをするでない。眠り京四郎、この子の血が見たくなければ刀を捨てろ。先生、出てはいけません。うん。脇差しもだ。いけません。ダメです。そなた本気でその子に腹を切らせるつもりだったな。さすがだな京四郎。一度会っただけでわしを見抜くとは。あの時のまた会おうぞ京四郎。あれは母です。
お見通しの通り、お蔦の体と引き換えに朝鮮人参を与えたのはわしだ。お主、わしの病気が何だかわかるか？老害とみだ。何故かわかるか？お蔦は老害持ちか？違う。だがあの女、しぐれ目だ。しぐれ目？ご存知であろう、三叉しぐれの歌を。あれは北国の女を指したものだ。一糸まとわぬ体で人根の中で男を待つ。その忍びやかにもしっとりと濡れた白い豊かな肌を茅野の雨に例えたのだ。しぐれ目とはそのように男を狂わす魅惑の肌を持った女のことだ。お蔦という女、一度その肌を知れば男を狂わせ、その性を吸い取ってしまう女だ。後藤久右衛門しかり、わしもまたしかり。今どこにいる？知らぬ。わしが病に倒れた途端に姿を消した。おそらく己が業の深さにそうしたのだろう。業の深さ。あの女、しぐれ目だ。業の深さに泣く女。自分は尼だと言っていた。切る気はない。九太郎はどこに？一人にしては危のうございます。公儀大目付の屋敷に預けてきた。そなた、まことの母でもないのにどうしてそれほどまでに九太郎を守る？後藤久右衛門様の妻女になったのはもともと恋ではありませぬ。忍びの頭に命じられたためでした。でもその後で初めて知りました。穏やかな日々の幸せというものを。その久右衛門様を殺したのはこの私のせいで老害に。あの病さえなければ。豪華。蘭方医の中田幸助がそなたのことをしぐれ目と呼んだ。まこと男に不幸せを呼ぶ肌かどうか。後悔なさいますよ。
無粋なやつらだ。私の元の仲間たち、抜け荷を生かしておかぬのが忍びの定め。それだけではあるまい。道場に隠されていたはずのもの、それは忍び衆がご近所から奪った1万両の小粒でした。ご公儀の追及が厳しいため、5年後に掘り出すことにしてあの場所に埋めました。その上に久右衛門様が道場を。不審中に久右衛門さんが見つけられ、他へ移されたのです。その所在を探るために私が。いけません。常の眠り様なら知らず、今は戦えんというのか。私がなぜそなたを抱いたか見ていることだ。誠の腕を見せてもらおう。やむを得まい。わしもお主の円月殺法とやら見せてもらおう。そなたの肌、
確かに魔性の怪しさを秘めている。しかしそれに狂うも狂わざるも男次第。決してそなたのせいではない。九太郎のもとへ帰ってやることだ。あの子には母親が必要なのだ。いいんですかね、これで。1万両の金は行方知れず、道場は売りに出して故郷に帰る。なんだかもったいないような気がしますけどね。わからんか。旦那はご存知なんですか？知らん。だがその所在を記したものは分かっている。何ですそれは？九太郎が刺した脇差しの唾だ。唾？そうか。それで久右衛門さんが死ぬ時にずっと。九太郎が父は自分を刺してと言ったのを忘れたか。本当だ。旦那、あの坊やに知らせてあげたんですか？知らせん。どうしてですよ。もったいないじゃありませんか。知ったばかりにお前のような女に狙われてはかわいそうだ。何ですって？お吉、お前が忍びの頭であることは分かっていた。でもね、惚れていたのは本当なんですよ。一度だけ、たった一度でいいから抱いてほしかった。それをあんな女とシングルメかなんだか知らないけど、おつたは抜けにこのまんまにしておくわけにはいかないんですよ。三叉しぐれの女がこれから先御家で暮らすのか。しかし女の業と欲望は雨に溶けて、母と子のむつまじさが京四郎のまぶたの奥に遠く去っていった。雨が降る、風が吹く、花が散る、人の命も散ってゆく。見知らぬ国の見知らぬ道を俺の孤独な影がゆく。せっかくの地層も食わずに一人見物とは殊勝なことだ。何やつ？眠り教師。